どうもどうも、エミューです。今回はエンチャントと火種回りの基礎を伝授します。順番を間違えると素材をどんどん無駄にするので、最初に知っておくと事故りにくくなります。クラフトをこれから触る人や、中盤から防具をちゃんと固めたい人向けの内容です。初心者の人が今どこから触ればいいのか、何を後回しにした方がいいのかといった部分を優先して見ていきます。崇高な火種まで使った最終厳選だけを知りたい人向けではないのであしからず、今日のテーマをざっくり言うと、防具の組み方には3系統あって、その系統をどう組み合わせるかです。ちなみに前提は Together 以降の現環境です。1.0 で数値が動いても、考え方の根本はそこまでずれないと思います。それでは早速行ってみましょう。本編の前に必要な用語を短く整理していきます。コモンは白色のアイテムで、ジェムを4種類させます。マジックは青色のアイテムで、ジェムを1種類とプラスのエンチャントは3つ持てます。ゲーム内ではレア表記になっていることもありますが、今回はマジックで統一します。プレイグは紫色のアイテムで、ジェムを1種類とプラスのエンチャントを4つ、そしてマイナスのエンチャントを1つ持ちます。ゲーム内では疫病表記になっていることもありますが、今回はプレイグで統一します。ファセットは装備ごとにランダムでつく性格みたいなもので、後から変えることはできません。最終的にはエンチャント厳選よりファセット厳選の方が重くなる場面があるので超重要です。ジェムは装備に刺して使う効果付きのアイテムです。序盤からドロップしますし、終盤になるとエンチャント効果そのものを増やすジェムが強いので、ジェム運用自体は最後まで使う形になります。ただし扱いに少し注意が必要で、刺したジェムを別のものに変えたい場合は、不要なジェムを破壊して枠を開ける必要があります。また、ジェムを取り出したい場合は、そのアイテム自体が破壊されます。ただ序盤で手に入る欠けたジェムは、終盤に向かうにつれてよく手に入るようになるので、序盤はもったいぶらずに使ってしまって大丈夫です。ちなみにジェムの効果もエンチャント扱いなので、エンチャント効果増加ジェムの影響を受けます。ここは後半で軽く触れます。エンチャントやジェムの効果の細かい数値は、概要欄に貼っているデータベースで全て確認できます。サイトは英語ですが、Google 翻訳をオンにすれば大体意味わかります。防具の組み方には大きく見ると3系統あります。1つ目、ジェムだけで組むコモン中心の組み方です。ジェムだけで必要な要素が揃うビルドで強いです。具体的には攻撃手段が十分強く、無理にエンチャントで火力を盛らずに運用補助として使うシーンが該当します。初心者の方は序盤ではコモンとジェムの構成を強くお勧めします。序盤から手に入りやすく、欲しい効果をすぐ入れられるからです。マジックやプレイグで狙ったエンチャントを引くには、それなりに素材と手間がかかります。2つ目、マイナスなしで組むマジック中心の組み方です。デメリットなしでプラスのエンチャントを3つ持てる万能型です。特にジェムにはないクリティカルグループのエンチャントや、エンチャントの効果をデメリットなしで取りに行くシーンが該当するかと思います。初心者の方は中盤以降にマジックアイテムのドロップを目にしやすくなるので、触りやすいと思います。3つ目、プラスを取りに行くプレイグ中心の組み方です。プラスを4つ取れる分、必ずマイナスもつきます。数だけではなく、プラスのエンチャントで得られる効果も強いものが多いです。ただ強いから正義ではなく、そのマイナスを受け入れられるかどうかが肝となってきます。初心者の方は終盤付近からの使用に留めて、序盤や中盤ではプレイグ防具を装備することはお勧めしません。理由はダメージ耐性減少や最大体力値減少といった凶悪なマイナスを引いた時にカバーしづらいからです。ただ今回のメインの組み方は実はこの3系統ではなくもう一つの型です。現環境で僕が一番おすすめする最終防具構成は、頭装備と足装備がマジック、胴装備と手装備がプレイグといった混成型です。ただし、いきなり目指す形ではなく、最終的にここへ寄せていくという流れです。最初はコモンとジェムの構成から始めて、次にマジック、最後にプレイグを絡めていく流れで大丈夫です。おすすめする理由は3つあります。1つ目は同装備と手装備のプレイグエンチャントには属性ごとの固有エンチャントがあるからという点です。例えば同装備なら感電を付与して一定時間全体の速度を上げるエンチャントや感染状態の敵のよろめき耐性を下げるエンチャントがあります。手装備なら燃焼中の敵に対するクリティカルヒット率を上げるエンチャントや感染状態でかつ低 HP の敵を即死させるエンチャント、そしてプレイグの手装備限定で各属性の状態以上蓄積量増加のエンチャントがあります。
2つ目はアーマー貫通とクリティカルヒット率などの火力枠のエンチャントを盛り落ちがあるからという点です。防具につけられるジェムには火力に直結するものがないので、コモン中心の運用では真似できない部分です。特にアーマー貫通は敵の全体制に対してダメージが貫通するので、お手軽に火力を出すことができます。3つ目はマジックとプレイグのいいとこ取りができるからという点です。プレイグは必ずマイナスエンチャントが1つつきますが、これを踏み倒せる組み合わせがあります。それがファセットにフエとマイナスエンチャントに修理負荷を組み合わせた時です。ファセットのフエは文字通りそのアイテムが壊れなくなるので、修理負荷を実質踏み倒せます。結果としてプラスエンチャント4枠を丸ごと享受できるわけです。全 4V をプレイグにする構成も可能ですが、プレイグの旨味が大きい胴装備と手装備だけに絞ることで、頭装備と足装備はファセットを自由に選べます。実際に構成を考えるときは、データベースのビルドプランナーで一度組んでみると、イメージがしやすくなると思います。こちらも概要欄に貼っているので、チェックしてみてください。ここまでで防具の系統や型のイメージがついたんじゃないかなと思います。そこで次は、その型に対して火種をどう使うのかを見ていきましょう。覚醒の火種。コモンをマジックにする火種です。頭装備と足装備をマジックでまとめたい時に一番触りやすく、初心者が最初に使うのも基本的にここです。堕落の火種。コモンをプレイグにする火種です。胴装備と手装備をプレイグ候補として伸ばしたい時に使います。いきなり全部をプレイグにする必要はなく、プレイグにする意味がある部位だけで大丈夫です。落ちた火種。エンチャントをランダムに変化させる火種です。プラスのエンチャントはプラスの中で、マイナスのエンチャントはマイナスの中で変わります。グループ重複ももちろん除外されるので、何でも出るわけではないです。個人的にはこの火種は、プレイグ装備のマイナス抽選に使うものという認識です。理由は、プラスエンチャントは精髄の火種で狙って継承できるので、ランダムでプラスエンチャントを揃えに行くと落ちた火種がもったいないからです。序盤でどうしても変えたい時に使うのはありですが、メインの使い道はプレイグのマイナスエンチャントの調整です。精髄の火種。マジックやプレイグについたプラスエンチャントを一つ抽出して別の装備に移せる火種です。クラフトの主力でこれがあるから狙ったエンチャントを 100% 組み込めます。ただし使う前に知っておくべき超重要なルールが3つあります。1つ目、抽出した元装備は壊れます。2つ目、マジックから抜いたエンチャントはマジックにしか継承できず、プレイグから抜いたものはプレイグにしか継承できないです。また、マジックの足装備限定の移動速度増加のエンチャントや、先にも挙げたプレイグの手装備のみにつく属性ダメージの状態異常蓄積増加のエンチャントなど、レア度や部位限定のエンチャントもあるので注意が必要です。3つ目、エンチャントにはグループがあります。攻撃、クリティカル、HP、スタミナ、集中力、属性ダメージ、防御といった具合です。同じグループは同時に付与されないので、例えばクリティカルヒット率増加とクリティカルダメージ増加を同じ部位に積むことはできないです。最初にやりがちな強そうなエンチャントを片っ端から入れられるという誤解をすると詰まります。ちなみに僕はこの仕様を知らずに落ちた火種でクリティカルヒット率増加とクリティカルダメージ増加のエンチャントを積もうとしてずっと抽選していたことがありますが、無駄なのでやめましょう。また、精髄の火種は強いですが、方向性が固まる前に雑に使うのは正直もったいないです。最終装備を作る頃合いまで保管するか、使わない防具にアーマー貫通のエンチャントがある場合は抽出して保管しても OK です。空虚の火種、マジックやプレイグをコモンに戻す火種です。使わないと思いきや、ちょこちょこ使います。最終的に重くなるのは、エンチャント厳選よりファセット厳選で、エンチャントは精髄の火種で狙えますが、ファセットはランダムです。そのため、狙ったファセットの防具を引いた時に、コモンに戻す動きができます。やり直しというだけでなく、ファセットを活かすための火種でもあります。後期の火種、プラスエンチャントの数値を上げる火種です。よく使いますし、終盤は後期の火種を追っかけることになると思います。仕上げに使う火種なので、その防具をしばらく使うと決まってからで大丈夫です。崇高な火種、最終装備用です。使うと、プラスエンチャントの一つがランダムに選ばれ、限界を超えた強化が入り、一つの装備で4回まで使えます。ただ、一度使うといくつか制限がかかります。まず、落ちた火種や精髄の火種によるエンチャントの変化や継承ができなくなります。つまり、崇高な火種を使った後は、エンチャントの中身そのものは動かせなくなります。ただし、空虚の火種でコモンに戻すことと、後期の火種で数値を上げることはできます。
なので、崇高な火種を使った後に触れるのは、基本的にこの2つだけと覚えておくと分かりやすいです。やり直したい場合は、空虚の火種でコモに戻すしかないので、使う部位は慎重に選んでください。個人的にはなくても、エンドコンテンツはクリアできるので、やり込み要素として見ています。初心者の段階では完全に後回しでいいです。まずは落ちた火種と、精髄の火種、仕上げようとして後期の火種の役割だけ分かれば大丈夫です。そして片っ端から入れようとせず、部位ごとに何のエンチャントを取るか決めてから動くのが一番事故りにくいです。顔魔9代で初めてクラフトする方に対してのお話です。まず最初から混成の完成形をいきなり目指さなくても大丈夫です。最初の動きとしては、狙ってるファセットと素材の頭装備か足装備があればマジックにする。アーマー貫通のエンチャント引っ張ってこれたら継承してみる。同装備か手装備に笛がついていて使えそうな素材なら残しておいて後々クラフトする。みたいな流れで十分花丸です。いきなり 4V プレイグで全てファセット厳選にチャレンジとかは心意気は良しですが、まあさすがに重いです。まずは頭装備か足装備のどちらか 1V だけでいいので、マジックで整えるところからじっくり試していきましょう。次はエンチャント効果そのものを増やすジェムについて触れていきます。終盤になるとエンチャント効果そのものを増やすジェムが強くなります。5種類ありますが、覚えておきたいのは主に3つです。1つ目、エレメンタルジェム。武器につけると属性エンチャントを付与したり、属性ダメージを増加させるエレメンタルジェムですが、防具につける場合はエンチャント効果増加に変わります。種類はルビー、サファイア、クォーツ、アメジスト、スパイク、この5種類です。ただし、かなり注意が必要です。トゥギャザーパッチ1以降の現環境では、エレメンタルジェムは装備一式の中で一つだけ使っている時に、その部位のエンチャント効果増加が乗る挙動になっています。ここでいう装備一式というのは、頭、胴、足、手、武器、盾を含めた全体の話です。なので、頭装備にルビー、胴装備にサファイア、みたいに複数部位へエレメンタルジェムを指して、それぞれのエンチャント効果をまとめて伸ばすという使い方はできないと思ってください。つまり、エレメンタルジェムは複数部位に積む主力というより、物資が少ない段階で1部位だけ伸ばしたい時や、とりあえず条件なしで1箇所だけ強化したい時の候補になります。2つ目、大理石。HP 満タン時にエンチャント効果が増加します。HP 吸収や持続回復で HP を満タンに維持できるビルドで使うことが多いと思います。3つ目、宝石。集中力満タン時に効果を増加します。集中力を使わないビルドや方向の指輪で集中力消費を HP 消費に置き換えるビルドで使うことが多いと思います。他には低 HP 時に効果を増加させる黒真珠やバリアを持っている時に効果を増加させる盾の紋章があります。まずは 1V だけ伸ばしやすいエレメンタルジェム、HP 満タンを維持できるなら大理石、集中力満タンを維持できるなら宝石、この3つを覚えておけば大丈夫です。重要なのはエンチャント効果増加ジェムの条件を維持できるビルドかどうかです。条件を維持できないと効果が乗らないので、先に防具の型を決めてからそれに合う増加ジェムを選ぶといった順番が大事です。特にエレメンタルジェムは複数部位に積んで全部を伸ばすものではなく、装備一式で一つだけ使う候補として見ておくと事故りにくいです。ここまでの話を踏まえて、クラフトで特に事故りやすいところをまとめていきます。一つ目、精髄の火種のエンチャント継承は、継承元の装備が破壊されます。継承する際は、よく見てから精髄の火種を使うようにしましょう。二つ目、マジックから抜いたエンチャントはマジックだけ、プレイグから抜いたものはプレイグだけです。エンチャントのルールは、クラフトの際に再度確認しておきましょう。三つ目、ファセットは後から変えられないです。目当てのファセットの防具が出たら、とりあえず保管しておくと、後で楽になります。四つ目、プレイグはマイナス込みで見ましょう。強いかどうかより、そのマイナスを受け入れられるかどうかがポイントです。5つ目、落ちた火種は、基本的にはマイナスエンチャント調整に使えます。プラスエンチャントをランダムで揃えに行くと、素材だけ無駄にしていきます。6つ目、最初は 1V ずつ触ってください。全部同時に動かすと、情報がごちゃついてわからなくなります。すべて一度に解決しようとしなくて大丈夫です。もし困ったポイントが出たら、その都度この動画に戻ってきてください。いつでもお待ちしております。最後に簡単なクラフトの順番を見ていきましょう。クラフトをする際、
おそらく何かしらのビルドを参考にすると思うので、まずそれをイメージしてください。一つ目、防具につけるジェムだけでそのビルドは完結しそうか。完結するならコモンとジェム運用で事足りることが多いです。ただ、火力をもっと出したいといった部分があれば次の項目に進みましょう。二つ目、プレイグのマイナスエンチャントを受け入れられるか。できるなら 4V プレイグの構成でも可能です。具体的には低 HP 状態で乗り切れたり、集中力を一切使わないビルドといった明確なトレードオフの方向性がある場合です。難しそうであれば今回紹介した混合型がおすすめです。火力面でも耐久面でもコスパがいいのを保証します。それでも迷う方はコモンとマジックの混合でいろいろなエンチャントに触れてみることをおすすめします。あとは実際に触ってみましょう。やってみると意外とすんなりわかります。迷ったら概要欄のデータベースとビルドプランナーも活用してみてください。手探りでやるよりだいぶ早いです。今回の内容をまとめていきましょう。防具の組み方には3系統あって、序盤はコモンとジェムの構成、中盤以降はマジックを組み込み、終盤はプレイグを絡めていくのが基本の流れです。その中でも現環境で一番コスパがいいのが、頭装備と足装備がマジック、胴装備と手装備がプレイグの混合型です。火種は役割さえ分かれば難しくないです。まずは落ちた火種、精髄の火種、後期の火種の3つだけ押さえておけば大丈夫です。クラフトは一度に全部やろうとせず、1V ずつ着実に進めましょう。多分気づいたら完成しています。エンチャントやクラフトで気になることがあればコメントをお待ちしております。少しでもお役に立てたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。またね。